森山純京さん、当時15歳。爆心地から 4.6km の南観音町で被爆しました。当時森山さんは崇徳中学校3年生でした。学徒動員で三菱重工業広島機械製作所で作業中に被爆しました。その晩は広瀬町の下宿の焼け跡で野宿をし、翌7日能美島の実家に帰りました。現在佐伯郡能美町で住職をしています。その当時は運搬の係をしておりましてですね、ちょうどこの辺りで、酸素ボンベのいっぱい詰まったものを運ぶ、そういう仕事をしておりました。はい、でちょうど酸素ボンベを運んでおりました時に、空襲警報が発令されましてですね、それから早速この近くに防空壕がございまして、さあ15、16人20人まで入れるぐらいの防空壕でしょうか。それにすぐ避難いたしました。解除になるまで待ってたんですが、解除されまして、そろそろ外に出ても大丈夫だなっていうようなことで出てきました。出てそろそろ仕事に取り掛かろうかなと思った瞬間に、ちょうどこの方向からものすごい光がですね、もう来まして、でちょうど私のこちら側をこう焼き尽くすような光で照らされ、これは大変だというんで、またもう一遍防空壕の中に飛び込みましてね、それでじっと待ってたんですが、もうそろそろ光も収まっただろうと思いまして、またそろそろ恐る恐る防空壕から出てきたんですけどね。ところがやはりもう周りが本当にこう変わり果てた姿っていいますか、今まで見ておった光景とは違うような、スレートは破れておる、工場のスレートは破れておるいうようなことで、何事が起こったんかなと、その時に友達と話をしたんですが、ちょうど方向がこの方向で南町でしょうか。南町に今でもございますがガスタンクがございます。ガスタンクが爆発したんかなというふうな錯覚を覚えまして、それは後で分かったことですが、そうではなかったことが後分かりましたんですが、それからすぐ工場の方から、それぞれ各自が家の方に帰るように、家の方で待機するようにいうふうな伝達がございまして、仕事を休みましてすぐ自分のお家の方へ帰る支度して帰ったわけです。で門を出まして、観音町をだんだん昔の旧制第二中学校の方へと方向を取ったんですが、と申しますのは、私の下宿は広瀬町の厚生館、当時は市の火葬場が町のど真ん中にございまして、その煙突のすぐ下に下宿がございました広瀬町ですが、その方向へ帰ろう思って急いでおったんですが、途中で急に雨に遭いましてですね、こんな天気の日に雨に遭うっていうのはどういうことなんだろう。とにかく雨宿りをしたのを思い出します。しばらく降っただけですぐ上がりました。急いでまた下宿の方向へ向いて歩き始めたんですが、昔の旧制二中のところまで来ると火の手がものすごい火の手が上がっておるのに驚いたわけでございます。三菱ではまだ火の手は上がってないのに火の手が上がっておる。そしてその辺りからその異様な人々の姿ですね、シャツが破れておる、そしてその顔から手から皮膚が全部こうボロ切れが下がったように、
下がったような人がですね、いらっしゃるわけです。でその顔の方はやはりこう腫れ上がりましてね、目はこうほとんど見えないような状態にまでこう腫れて赤く焼けただれ、しかも皮膚がほとボロ切れを下げたようにぶら下げた方々があちらにこちらにだんだん数を増して歩いていらっしゃいました。でその中のお一人がですね、私に、尋ねられるんです。あなた方どこいらっしゃったんですかって。はあ、私は三菱寄ったんですよ。そうですか。よかったですね。よかったですねというその声もですね、こう私の体の全体、頭の先から足のそれこそつま先までこう舐めるようにこう見ながら、その眼差しが見えにくい目ではあるんですけれども、羨ましそうに私の元気な姿を、傷ついていないですね私の姿を見ていらっしゃいます。その時私感じましたんですが、こんな非常時に私がこの怪我をもせずに、やけどもせずにおるということがなんか悪いような気がいたしましてですね、なんかそこを私悪いことでもしたような気がいたしまして、そこを早めに立ち去ったのを思い出しますんです。下宿へ着いたのがおそらく3時過ぎておったでございましょうか。どうなっておるかな思ってその下宿のとこへ行きましたら、その広瀬町のあの辺りは全部丸焼けでございます。全焼です。残っておるのは灰と炭だけです。しかし、下宿のある場所は確かに分かっておりますので、ああここが私の下宿だな、おばさんのいらっしゃったとこなんだな、焼けている、完全に焼けている。まず心配になりましたのは家族の方です。安全なところへ避難して助かって全員元気でおったことを後から知ったわけでございますが、でその晩はその下宿の焼け跡の下宿で、一夜を明かしました。お腹が空いてきましたんですが、食べるものらしいものは何もありません。周りに野菜畑がございまして、その野菜畑にナスビと南京のなんかが転がっておったのを見つかりましてね、それを拾ってきまして、泥だらけになっておりましたが、川で洗いまして、での火はあちらこちらでやっぱりまだくすぶっておる火をこうかき集めるようにして、そして、火を作りまして、その上で焼きなすび、焼き南京と言いましょうかにして食べたんですが、次の朝早く目が覚めましてね、早速私は能美島でございますから宇品方面に、早く帰りたい、早く元気な姿を、親に見ていただきたい、宇品方面に急いで、出かけたんです。で広瀬町を少し過ぎたところでございましたが、水が喉が渇きましてね、だんだん照りつけてまいりますんで喉が渇く。ポンプが一つ焼け跡に残っているんですね。道路に面した方に一つ残っている。もしかするとこれがポンプを手押しを押すと水が出るかもわからない。試しに押してみました。23回押した時には何か空気の漏れるようなスースーっていうような音がしておりましたが、もう少し念を入れて10回20回と押すうちに水がこう呼び上げまして、ポンプが出る。これは水が出る、これはありがたいということで、それをしっかり押しまして、冷たい地下から出る冷たい水、何よりのごちそうでございましたが、手を洗い顔を洗いまして、顔を冷やし、おいしかったな思っておりましたら、どこからともなく被爆を受けられた方々が、もうそれこそ顔はパンパンにこう腫れて、もう目もほとんど見えない状態、もちろんもう体全身が焼けて裸に近いような人がいらっしゃる。
いろいろなひどい被害を受けられた方々が次々とですね、水をください、力のない声で水をちょうだいで、ああどうぞどうぞ、私押してあげますよ言うてポンプを押してあげました。その被爆された方は両手でしばらくポンプの水を冷やしながら、そして頭から顔からポンプの水を何べんも何べんも汲み上げては頭を冷やし、顔を冷やして、そして水を手のひらにいっぱいすくうてはもうおいしそうに飲んでおった姿が思い出されますが、一人そのポンプをしてあげておりますと、次々ですね、いつの間にやら2人3人5人とその行列が増えましてですね、もう5人も10人もなってくる。当時は、当時の方を覚えていらっしゃる方は皆ご承知と思いますが、何でもかんでも配給の時代でございますから、行列をするとても行儀のいい行列がすぐできる。あれほどひどい目に遭いながら、やはり前の人から順番に自分の順番を行儀よく待つというような習慣がついておったんでしょうか。本当は自分が一番早く水が欲しかったんでしょうが、人を押しのけて自分が先に釣るいう人は一人もおりませんでした。行儀よく順番を待って、そして、それを自分の順番を待っておられました。私10分も15分も押しましたでしょうか、30分押しましたでしょうか。だんだんその行列の数が人数が増えていくんです。私も少し疲れましたです。汗は出るし、みんなは喜んでいらっしゃる。もうこのままではいつになったらこの行列の数が減っていくかはわからない。ポンプをしながら、私は元気だから押してあげるのはそれは構わないけども、辛い目に遭っていらっしゃる方々のためにできるだけ私の力を奉仕して、喜ぶことを喜んでいただこうと、こういうふうに、私は押し続けました。40分が1時間になったかもしれません。時計はないんですが、十分長い間ポンプをし続けたような気がいたします。そのポンプをし続けた水をお飲みになられた方が満足された後は、私をですね、両手を合わせて拝むようにされてお礼を言って去っていかれた姿が今思い出されますんです。そこを相生橋を過ぎまして、今度は今いう原爆ドーム、当時の産業奨励館のすぐ西の道を歩いていきました。もうこの辺りはもう死体ばっかりで、もう見るのも本当に生き地獄のような、そういう状態でございました。またしかしその累々と山のようになっておる死体の中に、一つ私感じましたことは、女性の方も着ておるものを皆ほとんど焼けて、裸同然。女性の方は仰向けになって亡くなっておられる方が多かったように思いますが、そうするともう裸同然、大変この体の部分で恥ずかしい部分ももう丸出しのような状態でしたんですけれども、誰がどなたかなさったのか、そういう人たちのそういう部分に瓦の割れたものをで隠し、石の小さいもので隠してあげておるのがあっちもこっちもございました。私はそれを見た時に、まだ中学生でしたが、どなたがなさったんか知らんけれども、優しい心の人がなさったんだなと思いました。こんな非常な事態で、我が身のことを生きるか死ぬかのことに一生懸命なっておる時代に、もうすでに冷たくなって、亡くなっておられる人々のもう恥ずかしさも何もないはずなんですが、しかしやはり人間の最後までもし生きていらっしゃったら、
恥ずかしいだろう、隠してあげようというような優しい思いというものがそこにあったんじゃないかないうことを感じましたんですね。今から思えば何か仏様のような優しいお心でその方はそしてみんなのにしてあげられたんだと思います。それからもう生き地獄のようなその中心部からだんだん宇品の方へ歩みを運んでいくわけですけれども、本当に瓦礫と死体との間をこう縫うような形でしか歩まれなかったといったのが本当なんでしょう。そういう感じでだんだん宇品の方へ歩みを運んでいきました。宇品の方へ近づいていきますとさすがに被害は少しずつ被害は軽くなっておるようでございます。そういうようにして宇品までやっと夕方までにたどり着きまして、船に乗って家の方へ帰ったんですけれども、あらましそういうようなことでございました。周りのいろんな社会的な環境も変わったと同じように、やはり人間の心というものも随分変わったんじゃないかと思います。先ほどもちょっと触れておったんですが、優しさということにしても、つまり自分のことだけしか考えないと言いましょうか、自分中心なものの考え方とか、あるいは少しは譲り合うとか、あるいは相手の身になって少し考えるとか、相手の痛みを感じるというか考えるというようなものが少なくなったんじゃないんだろうかなということも思われますんです。今はそれが一番大切なような気もいたします。やはり命の尊さということでございましょうか。本当に一人一人の命というものは人間の命もそうでございますが、特に私は今はこういう漱石の身にならさせていただきまして、虫けらもいろいろな生き物というものはの命というものは人間だけではない、全てのものの命の尊さを今は一番考えねばいけない時だなというようなことを感じるようなことでございます。